皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では、ウクライナ情勢細かなところまでは取り上げてくれません。ぜひともこのチャンネルでウクライナ情勢の情報を更新していってください。まず最初に取り上げる話題は、ロシアの石油輸出、それも制裁対象になっている船に対する攻撃について新しい情報が入っています。これまで映像が公開されていたのは、ウクライナも接している黒海における影の船団に対する攻撃でした。今回新たな作戦行動の場所として発表されたのが、地中海におけるロシアの影の船団に対する攻撃です。この地図ちょっと分かりにくいとは思うのですが、画面下半分がエジプトやリビアといった地中海沿いの国です。そして上側にあるのがクレタ島。画面の真ん中を横切っている斜めの線、これが影の船団の航跡。船がどのように移動したかの線です。地中海を航行していたロシアの制裁対象の船、これに対する攻撃映像が公開されました。この映像は明らかにドローンから撮影されたもので、攻撃用のドローンと撮影用のドローンの2種類がこの船の周りを飛んでいることがわかります。船に対する護衛はついていませんから、基本的には一方的な攻撃となりました。こうした船一隻一隻がロシアの原油を不正に輸出し、ロシアの利益となっています。攻撃の結果がこちら。この船はもう二度と石油を運ぶことはできないでしょう。続いて、ウクライナ軍による遠距離攻撃。目立った戦果としては、戦闘機に対する攻撃が成功したものとみられます。残念ながら動画は公開されていないのですが、突撃寸前の写真が公開されました。右が参考写真で、左が実際に突撃する寸前の状態。ロシア軍の戦闘機は爆走しており、いつでも飛び立てる状態だったとのことです。そのためドローンが突っ込んだ後の爆発においては、おそらく爆弾も誘爆することによって戦闘機は木っ端みじんになったものとみられます。その他クリミア半島に対する攻撃では、大型のレーダーに対する攻撃も行ったとのことで、この地域におけるロシア軍は防空体制が十分ではないことを示しています。そしてこちらはそうした対空兵器に対する攻撃の映像。こちらは短距離防空対空ミサイルですが、それでも本来であればドローンに対して警戒することができたはずの兵器です。なぜこのようにして対空兵器がドローンによって破壊されるかは、ロシア軍の訓練不足や、そもそも航空機に対する警戒を中心としていて、ドローンを捉えきれていないのではないかと、様々な指摘がなされています。そしてこちらの映像は、地上戦闘におけるドローンの戦い。ドローンから送られてきた映像には、戦車や装甲車、そして歩兵を乗せている装甲車両など、様々な兵器に対する攻撃を行っています。なお、これ以外にも歩兵を中心とした迎撃映像などもあるのですが、そちらの場合だと直接的に遺体の映像が流れることもあり、こうした戦闘車両を中心とした迎撃映像の紹介にとどまります。ここまでが戦闘の場面、そしてここからが政治的な戦いとなります。まずはヨーロッパからウクライナに対する支援の動き。EU 首脳会議、ウクライナ支援、ロシアの凍結資産活用で合意できず、約16兆円借入し融資へ。EU は首脳会議を開き、ロシアの凍結資産を活用してウクライナに融資する案を協議しましたが、合意できませんでした。ただし、ウクライナへの支援は継続されます。ロシアの凍結資産を保管する管理団体があるベルギーが、ロシアから損害賠償される恐れがあるなどとして慎重な姿勢を崩さなかったとみられます。EU のフォンデアライエン委員長は、我々は皆一つの明確な目標を共有している。ウクライナのための公正で永続的な平和である。それが本日の議論の大部分を占めた。EU はロシアの凍結資産の活用案を見送った一方で、来年からの2年間で同じおよそ16兆円を EU の予算を担保に借り入れし、ウクライナに無利子で融資することを決めました。EU のコスタ大統領は、この融資の返済のためにロシアの凍結資産を活用する権利をとどめていると強調しています。単純にロシアとウクライナ、この完全な単独勝負になった場合においては、国力差はウクライナ1に対してロシア10ですから、自力だけで戦いを展開する場合においては、長期戦になればなるほどウクライナとの差は開いていき、戦況は一気に傾いていくこととなります。しかし、ウクライナに対する支援が入っているからこそ、ウクライナも持ちこたえられるし、10倍の国力があっても、ロシアはドンバス地方をその一つですら攻略することができないわけです。このニュースというのは、最高と最低のこの2つの間ぐらいの話になりました。
まず第一に、ロシアの統計資産そのものをウクライナ支援に活用することができれば、これは支援する側にとっても負担が少なく、そして道理としても筋が通るものです。侵略者の統計資産を使うのですから、本来不利益を被るのがロシアになることであり、支援する側には負担がかからないものとなります。そしてお金を受け取るウクライナにしても、侵略者のお金を使えるというのであれば、そちらの方が気持ちよくお金を受け取ることができます。今回はそうした意味でロシアの統計資産を活用することができませんでした。そのため EU 全体でお金を用意して、そのお金を融資するという形になります。このようなことになった背景というのは、そもそも国際法的にはなかなか完全にお金を接収する、没収するといったことが難しいという問題があります。侵略するロシアは国際法を無視しているのにもかかわらず、一方において支援する側には国際法を守らなければならないという非常に厳しい枷があるわけです。このあたりが国際法というのがいかに無法者にとって都合の良いものになっているかという問題を表しています。ただし、だからといって国際法を無視すればいいという話ではありません。理想論として言えば、このような国際法を全ての国が守れば、それらは機能するのですが、機能しないようになってしまっているのが、残念ながら国際法を破ったからといって、それに対する明確な制裁や懲罰といったものを加えるような機関といったものは、現在のところ存在しないという問題があります。例えば国連においては、国連常任理事国自身が国際法を破って侵略した時に制裁を加えることができないようになっています。国連常任理事国が拒否権を発動すれば、制裁発動をそもそも阻止することができるからです。また、今回の話がまとまらなかった理由の一つとして言われているのが、そうしたヨーロッパ国内における国際法をどのように取り扱うかといった議論だけではなく、アメリカも反対に回り、多くの国々にロシアの統計資産を活用しないようにと説得していたという話もあります。現在アメリカのトランプ大統領はロシアの統計資産を活用してウクライナの復興支援事業を行いたいであるとか、ロシアとの共同資源開発などいずれはやりたいといった願望なども述べていることから、もしも統計資産を今回のウクライナ支援に回されると、プーチン大統領のご機嫌を損ねるだけではなく、自分自身がこの資産を活用して次のビジネス展開につなげることができなくなるといった恐れなども指摘されています。完全にトランプ大統領の私利私欲じゃないかとも思うのですが、トランプ大統領に言わせればアメリカの国益を伸ばすためにはロシアと手を組んだ方がいいという考え方が、かなり強くにじみ出ている行動だとも言えます。一方、そのトランプ大統領ですが、台湾への武器売却承認を行いました。総額 1.7 兆円。アメリカ国務省は、高機動ロケット砲システムハイマースなどの武器を台湾に売却することを承認したと発表しました。総額は約1兆7000億円に上り、台湾当局関係者によると、この10年では最高額。台湾への武器売却に反対する中国は強く反発している。アメリカ政府は、第2次トランプ政権として初めての台湾への武器売却として戦闘機や輸送機の部品など総額約514億円相当を承認していた。これに続いて今回の売却が承認されたのは、アメリカがウクライナに提供して効果を上げたハイマース82機や対戦車ミサイルジャベリン約1000機、自走砲60両など徘徊型無人攻撃機と関連するシステムについても承認した。トランプ大統領が台湾に対する支援をどのくらい行うかについては、まだまだ不透明なところがあります。今回の件について言っても武器売却承認は行ったものの、少なくとも武器を軍事支援、つまり無償支援するというような話ではありません。買ってくれるんであればどんどん買ってくださいという意味で、トランプ大統領としては台湾支援というよりは単純にアメリカの国益を伸ばすために武器を販売しているだけかもしれないのです。たとえそうであったとしても、台湾としては積極的に買いたいといったものを売ってくれるというのであれば、これは大歓迎でしょう。なぜならば、アメリカの政権の気分次第でといった面もあって、買いたいものが買えない、売却承認が下りないといったこともこれまでも何度かありました。そのために契約の遅れなどを招いて、最新の戦闘機を買おうと思っても買えなかったり、契約を結んだんだけれども、引き渡しの順番が随分と後回しにされてしまったりなど、これまで台湾は多くの辛い目に遭ってきました。今回の件について言っても、
契約を結ぶのと実際に引き渡しが行われるのに速やかに段取りが進むかどうかは分かりません。このあたりが台湾にとっての苦しいところです。なお、日本国内に流れているデマと関連して台湾についても言及しておきましょう。ロシアによるウクライナ侵略で見られるように、どこかの国が軍事力で攻め込み、そして領土を奪い取ろうとしている時において、周辺国においてはその不安感といったものは高まっています。軍事力を使う国が現れてもそれを止めることが今の国際社会にはできない。そしてそのような前例が残っている状態というのが続けば、自分の国においてもどこかの国が攻め込んでくる危険性は高いなと考える。これは別におかしなことではありません。そのためにヨーロッパにおいては再軍備宣言が行われ、多くの国々において防衛費は GDP3.5%、インフラ関連を合わせると全体で 5% を目指すといったような国々もかなりの数に上っています。これは NATO 加盟国全体における共同目標の一つに掲げられているものであり、決して NATO が軍国主義の国に全てが塗り替えられたといった話では全くありません。また、アジア周辺においても防衛費を高めるべきだというような声かけはトランプ大統領自身が行っています。自分の国を自分で守れるようにしないような国はフリーライダー、ただ乗り野郎で、こんな国は守るつもりがないというような、かなり強い非難といったものをヨーロッパ諸国に浴びせ、それは決してアジアも例外ではないとしています。そのためトランプ政権の要職にある人たちの中には、ヨーロッパで提示されたような防衛関連費を合わせて 5% といった目標をアジア諸国も飲むべきだという話をしている人もいます。台湾においても同様で、現在は GDP 比 3% を超える予算が計上され、これは日本の GDP2% をようやく超えたなというよりもより高い比率になっています。じゃあこの部分で何がデマかというと、日本国内においては高市政権だけが軍国主義に染まり、日本だけが防衛費を増やしているというようなデマです。世界の情勢について全く無視し、またそのことを知らない人たちに対するデマだとは思うのですが、残念ながらそれを信じてどんどんと拡散する人たちなどもいます。日本のリベラル、特に左派はこうした世界の情勢をいかにして無視して政権批判につなげるかといったところにものすごい力を注いでいるように見えます。今回台湾がアメリカから1兆7000億円の武器を購入するのも、決して台湾が中国大陸に攻め込んでいこうというような話ではなく、自国の防衛力を高めるためです。そして防衛力を高めるという意味では非常に残念な動きというものがどんどんと広がっています。ポーランドが対人地雷生産へ、冷戦後初、対ロシア防衛強化。戦争というものがある程度国家間の戦闘から対テロ戦争のような一時的なもの、もしくは一過性のものになるかもしれないと期待されていた時代においては、対人地雷についてはあちこちに埋めた後の処理といったものが大変だし、民間人の被害もたくさん出るんだから、なるべくだったら対人地雷についてはやめていこうねというような動きが広がっていきました。これはある意味国家間の戦争というものから少しずつ遠のいていく、少し良いシグナルであったと思います。しかし現在においては国家間の戦闘が起こり、しかもそれが長期化し、もはや当たり前のものになろうとしている現代においては、対人地雷といったものの有用性がものすごく高いものであるというのは間違いありません。少なくとも防衛側にしてみれば、陣地前方に大量の対人地雷が埋められていれば、人海戦術を取ってきた相手に対して非常に有効な防衛手段の一つともなります。日本の場合だと周りが海に囲まれていますから、まずは海と空を守ることが第一ですが、いずれ日本においても、じゃあ相手が上陸してくるということを前提として、どれだけ機雷や対人地雷を用意するかといった話はいずれは避けて通れない議論の一つとなるでしょう。さて、ロシアや中国といった、非常に危険な国というものが隣国にある状態の日本において、資源をどこから確保するかといったことは非常に重要です。そうした意味で資源外交といったものも非常に地味なものですが、コツコツと進めていかなければならないものです。鉱物資源の輸入でロシアを経由しないカスピ海ルート確保を目指す。日本と中央アジアが5カ国が初の首脳会合。日本政府と中央アジア5カ国による初の首脳会合が東京都内で開かれた。会合で採択する共同宣言には、カスピ海経由でヨーロッパに通じる物流網の整備支援を明記する方針だ。中央アジアは鉱物資源が豊富で、ロシアを経由しない輸入ルートを確保し、経済安全保障の強化を目指す。会合には、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、
トルクメニスタン、ウズベキスタンの首脳が出席した。高市首相は会合の冒頭、中央アジアは急速な経済発展を遂げるなど、プレゼンスを高めている。対話を通じ、今後の協力のあり方について議論したいと呼びかけた。物流網の支援対象となるのは、カザフスタン東部とカスピ海、黒海をつなぐカスピ海ルートだ。ロシアのウクライナ侵略以降、ロシアを経由しない輸入ルートとして重要性が指摘されてきた。日本政府は、老朽化した橋の架け替え支援や各国の税関職員の研修などで協力する考えだ。中央アジアはロシアや中国に囲まれた要衝に位置する。天然ガスを含むエネルギーやレアメタルなどの重要鉱物が豊富なことから近年中国、ロシアに加えアメリカなど各国が関係強化を進めている。日本の場合、世界各国から資源を輸入し、それを元にしてさらなる加工品を生み出すといったものを工業の基本的な経済モデルとしてきました。世界各国に日本企業の工場が進出し、日本国内における製造業が空洞化しているといった指摘はあるものの、しかし現在でもなおマザー工場とも呼べるようなものについては日本国内に残している企業は多いです。それだけに必要な資源について輸入するルートを確保しておくということは重要であり、それが将来的に敵対国家になるかもしれない国に対して依存しているのは非常に危険です。なるべく多くの友好関係を築ける相手と資源のやり取りを行えるようになっておくということは今後は非常に重要性が増します。今後は世界の様々なところで戦争が起こってもおかしくないなというのを前提にしているからこそ、こうしたより遠いところ、より未開発なところ、より関係性がまだまだ築けないところとの関係構築を模索していくという必要が高まっているわけです。こうした外交の積み重ねといったものは時間がかかるし、しかもそれらが評価されないことが多いです。しかし見えないところでのこういった努力そのものが日本の未来のためには必要でしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。